さて今回はですね、古代日本の司法制度、その中でもちょっと異彩を放つ、かなり強烈な方法について深く掘り下げていこうと思います。なんと、熱湯を使って真実を暴き出すという裁判、迷信探幽、九家立ちと呼ばれるものです。ちょっと想像してみてください。もしあなたがある日突然身に覚えのない罪を着せられたとします。証拠なんてない。でも誰もあなたの言うことを信じてくれない。そして無実を証明するたった一つの方法が目の前でぐつぐつ煮えたぎる釜に自分の手を入れることだったとしたら、いやー、これは究極の選択ですよね。でもこれは古代の人々が実際に直面した現実だったんです。そう、これは単なる作り話なんかじゃないんですね。古代の日本で実際に行われていた迷信探幽。これは審判、つまりもう人間の知恵や判断を超れたところで神様の意志によって罪があるかないかを決めるというものすごく厳粛な儀式だったわけです。迷信担当っていう漢字、これ字の通りなんですよ。神に誓いを立てて熱湯を下げる。つまり当事者同士の言い分が真っ向から対立して証拠も不十分、もうこれ以上人間の力じゃ真実を明らかにできないぞっていう、そんな時の本当に最後の手段として全てを神様の裁きに委ねるという考え方だったんですね。で、その根底にある信念っていうのが、シンプルかつ恐ろしいほど直接的なんです。ここに書いてある通り、理あるものは後に手乱れず、理なきものは後に手を乱る。つまり正しいことを言っている潔白な人間は神様が必ず守ってくれるからやけどしない。でも嘘をついている罪のある人間は神様に見放されて手が乱りてしまう。そこに一切の疑いはないと本気で信じられていたんです。じゃあ一体なんでこんな、現代の我々から見たらあまりにも極端すぎる制度が必要だったんでしょうか。その答えはですね、当時の日本を根幹から揺るがすほどのある重大な政治的な危機、いわば社会のアイデンティティクライシスともいえる状況にあったんです。当時の社会っていうのは氏姓制度という、血筋とか家柄によってその人の身分とか役職が全部決まっちゃうっていうかなり厳格なシステムの上に成り立っていたんですね。ところが5世紀にもなるとこの制度がもうめちゃくちゃになってくるんです。自分の家柄を似せて本来払うべき税金を逃れたり、実力もないのに不当に高い地位を得ようとしたりする人がもう後を絶たなかった。これって国の仕組みそのものが壊れかねない本当に深刻な事態だったわけです。この国家的な大混乱をどうにか収めるために当時のユンキョウ天皇が打ち出したのがもう前代未聞の策でした。それが全国の士族のトップたちを天樫の丘っていう場所に全員集めて、熱湯によってお前たちの決闘は本当に正しいのか証明しろというものだったんです。まさに国家の存亡をかけた超大規模な審判、言うならば命がけの国勢調査を断行したわけですね。さてここからがこの迷信探幽という制度の本当に面白くて驚くべき核心部分に入っていきます。この審判の本当の力っていうのは人を物理的にやけどさせることじゃなかったんです。そうじゃなくて、これ実はものすごく巧妙に設計された心理的なフィルターとして機能した点にあったんです。まさに究極のブラフゲームだったんですね。これ現代の経済学とかゲーム理論の世界に分離均衡っていう概念があるんですけど、まさにそれなんです。どういうことかっていうと、あるテストを課すことで情報を持っている側、この場合は自分が罪を犯したかどうかを知っている本人ですよね。その本人が自ら本当の情報を言わざるを得ないような状況を作り出す仕組みのことなんです。つまり熱湯に触れるより前に罪のある人とない人を自分から勝手に分かれさせる、そういうシステムだったわけです。このシステムの鍵は何かというと、人々が神様は絶対見てるって信じる心、これに尽きるんです。罪を犯した側はこう考えますよね。ああ、俺は嘘をついてる。神様は全部お見通しだ。どうせ熱湯に入れられたら大やけどするし、罰も受ける。だったら怪我する前に自白するか、いっそ逃げた方がマシだって。一方で潔白な人はどうでしょう。私は正しい。神様は私の潔白を知っているんだから、必ず奇跡を起こして守ってくれるはずだと信じて、堂々と試練に立ち向かうわけです。で、このシステムの巧妙さってちゃんと歴史書にも書かれてるんですよ。日本書紀によると、市政を偽背負っていた者たちはこの迷信探幽が行われるぞって聞いただけでも恐ろしくなって事前に逃げ出しちゃったと。で、多くの者が正直に申告し直したって記録されてるんです。つまり実際に誰かが熱湯に手を入れるっていう段階に行くまでもなく、罪のある側が自分で自分をふるいにかけていたということなんですね。とはいえですよ、もしあなたが本当に潔白で実際にその試練を受けなきゃならなくなったとしたら、
本当に神の奇跡は起きて無傷でいられたんでしょうか？ここからはちょっと視点を変えて、物理学とか心理学の観点からその興味深い可能性を探っていきましょう。そもそも物理的に熱湯に触れて火傷をしないなんてことが可能なのか？まあ普通に考えたら、いやいや無理でしょって思いますよね。でもここが本当に面白いところで、実は科学の世界ではごくごく特殊な条件であれば、その答えがイエスになるかもしれないってことが示唆されてるんです。それがこのライデンフロスト効果っていう物理現象です。よく熱したフライパンに水滴を落とすとジュッと蒸発しないで水の玉になってコロコロ転がることありますよね。あれと全く同じ原理です。皮膚と熱湯が接触するほんの一瞬、ごく短時間ですけど、水蒸気の保護膜ができて、それが断裂剤みたいになって瞬間的な盾として機能したんじゃないかっていう可能性が考えられるんです。もちろんこのライデンフロスト効果だけじゃなくて、他の要因もいろいろ考えられます。例えば当時の農作業とか武芸で鍛えられたであろう、もうカチカチに分厚くなった手の皮膚、角質層ですね。あるいは儀式っていう極限状態が生み出す一種のトランス状態、これが痛覚を麻痺させた可能性も否定できません。そして忘れちゃいけないのが人為的なトリック。つまり被告人は潔白だと信じている神官が神様の権威を守るために誰にもわからないようにこっそりお湯の温度を下げていたなんて可能性もまあゼロではないわけです。じゃあ法制度が整っていくにつれてこの過酷な裁判はどうなっていったんでしょうか。実は迷信探陽は歴史から完全に消え去ったわけじゃないんです。その目的と形をガラッと変えて、なんと現代にまで続く伝統として生き残っていくことになるんですね。かつて罪を裁いて人の書を分けることもあった審判は、ユダテ人事と呼ばれる人々の幸せを祈る人事へと姿を変えていきました。このスライドを見てもらうと一目瞭然ですけど、釜に手を突っ込むっていう裁判が笹の葉で熱いお湯を振りまくっていうお清めの行為に変わった。怪我とか死っていう恐ろしい結果が病気にならないようにっていう祈願に変わった。その意味合いが全く違うものになったんです。真実を問うためのあの恐ろしい試練が長い時を経て人々の汚れを洗い流して健康を祈るためのありがたい儀式になったわけです。かつての恐怖が未来への希望へと昇華したんですね。こうやって見ていくと、私たちの現代とあの劇的な過去がちゃんと一本の線でつながってるんだなって感じますよね。しかもかつてユン教天皇があの国家的な大裁判を行ったまさにその場所、奈良県にある天ヶ座神社では、今でも年に一度この迷信探幽の様子を再現した演劇のような神事が行われているんです。国家の秩序が熱湯によって決められたっていうユニークな歴史を今に語り継いでいるんですね。この迷信探幽という制度は、社会が真実を見つけ出すためにいかに複雑で時には残酷とも言えるシステムすら作り出してしまうのかということを私たちに教えてくれます。裁判の方法はもちろん大きく進化しました。でもじゃあ真実を知りたいと願う私たちの根源的な探求心そのものは果たして変わったんでしょうか。そしてこの話は情報があふれかえる現代社会で私たちが直面している目には見えない試練とは一体何なのかということを深く考えさせてくれるように思うんです。